ジーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官クンスクンです。はい、今回はですね、これエブリィの永遠のライバル、ダイハツさんのハイゼットカーゴ、これをやります。常日頃から狂信的と言ってもいいほどエブリィを絶賛してきた私ですけれども、同じキャブオーバー車のハイゼットカーゴ、たまたま価格がぐーんと上がっちゃったエブリィと見比べた時にえらい差があることに気づいてしまったんですよ。それで今回はハイゼットカーゴ、これに焦点を当ててお話していきたいと思います。エブリィはダイハツハイゼットに乗っているのと同じ CVT を搭載して価格がぐーんと上がったんですね。ただそれは CVT 搭載という理由だけで上がったんじゃなくて、資源価格が上がってしまっているという煽りを受けて全体的にぐっと上がったんですね。現在ね、エブリィのジョイン、ノンターボのジョインが154万4400円で、それが直前の5型はCVT じゃなくて旧式の4速オートマで比べるしかないんですけども、138万7100円なんですよ。その差はなんと15万7300円の値上げ、すごく高くなりました。CVT エブリィの、ジョインだね、これ二輪駆動 FR のやつ。チェックすべきポイントはやっぱり CVT だよね。現行のハイゼットは初期物でしたけど、このね助手席のあたりから CVT の音がギヤーンと、それが全くない、いい感じのトルクを使ってダイハツさんのハイゼットカーゴ、ここからハイゼットカーゴはハイゼットで統一して喋っていきます。ハイゼットはですね、クルーズっていうですね、若干乗用車的なリアシートにヘッドレストがついてる。これもノンターボ、ターボなしの方でエブリィのジョインと比べますけれども、こちらがですね、なんと139万7000円。安っ。これね、価格差がねこれだけある車2台を比べちゃうっていうのはナンセンス。これねちょっとからくりがあって、クルーズとジョインを比べるのであればハイゼットの方がちょっと装備が劣るんですよ。具体的に言うと、エブリィについてる LED ライトがハイゼットはオプション。エブリィだと標準のカラードドアハンドル、ドアのとこがねボディと同色になるのが、これもハイゼットだとオプションなんですね。だからそこをオプションで埋めるとすると7万9200円足す形で比較すると差は6万8200円の価格差になります。だいぶ縮まりましたね。さらに言うと、エブリィの場合リアのドアのガラスがね上下昇降しますけども、ハイゼットはねここはめ殺しで窓開かないんですね。実はですね、もう一つ大きな差があります。税金。今ですね、車って環境性能割、これ税ってつかないんですけども、これ税金です。環境性能に応じた取得税、大昔でいう物品税、いわゆる贅沢品にかかる税金なんですけども、これが環境性能によってあったりなかったりするんですね。で、実はエブリィは免税です。税金がかかりません。対してハイゼットカーゴは残念ながら 2% の環境性能割がかかります。これ燃費性能と排出ガス規制のクリアの度合いによってこれの課税がありなしが決まってくるんですけども、ハイゼットは排出ガス規制の数値がちょっと良くないですね。環境性能割がかかるということなんですね。結局ですね、2台を買った時の支払い差はおよそ4万円ほど。お前はなんやねんと軽バンでなんかいい
い年越えて競馬でこういうワインディングを走ってこうだこうだとか言ってるバカじゃないのって言われてバカなんだけど、競馬って運転してつまんないっていう、そういうね誤解をね解きたいんだよね。下手な乗用車なんかよりもね全然走り楽しいですから、速いかどうかは別として、こういうタイトなコーナーはすごくね楽しいんですよ。ただ私が乗ってるこの AGS っていうねモノトラントランスミッションは、製造が終了してしまったので、私がねこのエブリィ買った時はこういう悩みなかったんですよ。当時のハイゼットはこれのね1個前の形だったんで、設計が古くて車としての差がすごくあったんですね。だからもう迷わずハイゼットは即却下だったんですよ。だけど今は同じ CVT 積んでて、それぞれ個性が違うっていう状態になってるんで、真っ向勝負できる状態になってますよね。もしも今私がキャブオーバーの競馬を買うとなってたとしたら、価格差がこれだけあると悩んでたかもしれないなと思ったんですね。それぞれ味付けが違ってて、ハンドリングがシャープなのはエブリィで、どっちかつとハイゼットはまっすぐ走る派、乗り心地が良くてゆったり乗れるのがハイゼットで、エブリィは結構スポーティーです。そういうキャラクターの違いははっきりあります。違います。もし私が競馬を買うのが今だったのなら、私はやっぱりエブリィジョインを買ったと思いますね。その理由はこの後席空間にあります。ハイゼットは座面が低すぎて長時間乗るにはきつそうなリアシートと開かない窓ガラスが安くできる理由だと私は思います。バンとして割り切ったあそこにコストをかけなかったからこそ、ハイゼットは安く売り続けることができるんだと思います。はい、ここからジーク鈴木なエブリィマンセの話をしていきますよ。エブリィジョインの後席空間ってやっぱりすごいんですよ。エブリィワゴンと共通の荷台部分の部品を使ってわざわざお金をかけてちゃんと使える後席に仕立てている。これは N 版にも同じことが言えるんですけれども、ハイゼットは後席を使えるようにしたファミリーカー用途というのを完全に捨ててしまっているんですよ。ここまで考察してきて、やっぱりエブリィでしか得られないものがはっきりとまだ残っているんですね。商用版でもファミリーカーとして使えるのはエブリィだけなんです。今回ハイゼットを考察してみて、エブリィに比べて圧倒的な安さがあって、それはまた素晴らしいものだとは思いますが、やっぱりエブリィのジョインは唯一無二の存在なんです。また後席を使わない、割り切るという場合でも、エブリィの場合は PC というグレードがあるので、 PC とクルーズを比べればいい勝負になると思います。まとめます。家族で乗るファーストカーで選ぶのならばエブリィ一択です。はい、今回はハイゼットを称えながらもやっぱりジーク鈴木な内容で最後はまとめました。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。